皆さんおはようございます。時刻はちょっと遅めの10時過ぎ。今日は札幌駅前テレビ塔のふもとからスタートです。今日の目的地は白老町アイヌ民族博物館ウポポイ。リニューアルしてからずっと行きたかったので今回ようやくの訪問です。白老町までは少し寄り道、支笏湖のそばを走りながら向かいます。今日の札幌は眩しいくらいの快晴。ここからは豊平川沿いを走りながら今回の北海道ツーリングを振り返っていきましょう。今年は陸路で北海道を目指すということで金沢を出発し北上。天候に恵まれない日もありましたが本州の半分以上を走り青森から北海道へ上陸。函館から実家の札幌へ向かい最北端の宗谷岬へ。日を改めて富良野にも足を伸ばしました。残念ながら今年は道東方面には行けませんでしたがなかなかいい夏の思い出になりました。走行しているうちに左手には支笏湖の看板が。右側の駐車場で一旦止まってみましょう。バイクを降りて。さて景色は少し木がかぶっていますね。思っていたより湖面が見えないのでもう少し先へ進みましょう。ということで右手に見えてきたのが支笏湖ですね。右側の視界が開けていて湖がよく見える気持ちのいい道です。ちょうどいいところに駐車場があったのでここで寄り道。これはいい景色ですね。奥の方は少し曇っていますがそれもまた神秘的。寄り道した甲斐がありました。それでは支笏湖沿いから山道に入り白老方面へ向かいます。ウポポイにアイヌ文化を見に行きましょう。駐車場を出てからもしばらくいい景色が続きます。つい右に目が行ってしまいますね。さて支笏湖沿いを走り抜け右へ曲がって白老方面へ。なのですが大粒が降ってきましたね。ちょうど止められる場所があったので急いでレインスーツを着ましょう。来ている間にも雨はどんどん強まりますがなんとか着替えを終えて気づけば大雨ですが再出発です。こう何度も雨に降られるとレインスーツの耐水性も落ちてきた気がします。さてナビに従い国道から左折して道道141号線へ。急にアドベンチャーな雰囲気の道になりました。昼間なのにこの暗さ。何かが出てきそうなので気をつけて進みます。左折するとここからは2車線。少し安堵しながら走っていきます。ですが安心したのもつかの間またしても大雨が。すれ違う車も少なくなかなか心細いですね。
15分ほど走ってようやく山を抜けて苫小牧の市街地へ。海沿いまで出ればあとはこの国道36号線を進むだけです。直進し続けて白老町に、そして踏切を渡ると見えてきたのがウポポイです。新しくて綺麗ですね。駐車場はバイクは無料。誘導してもらっていたのに通り過ぎてしまいましたが、戻って無事到着です。雨の中お疲れ様でした。それではここからはウポポイを散策していきましょう。チケットを買って中へ。展示室は動画撮影禁止だったので、ぜひ皆さんの目で確かめてみてください。さまざまな展示があり、かなり見応えがありました。それでは少し外を散策。きれいに整備されていて、歩くだけでも楽しいですね。奥にはかやぶきの家屋チセが並んでいます。そして戻ってくる頃には外は大雨に。もうここに泊まりたい。意を決して帰りましょう。今回は歌や踊りの公演と時間が合わず生の演舞は見られませんでしたが、シアタープログラムを見られたので良かったですね。雨ざらしのバイクにまたがるのは気が重いですが、ここから札幌まで頑張って走っていきましょう。帰りは高速で一気に戻ります。白老インターチェンジからの大道に。途中かなりの大雨に打たれ全身びしょびしょになりながらも、なんとか雨雲を抜けて恵庭市、北広島市、そして札幌市へ。ということで雨のウポポイ編はここまで。次のシーンからは帰宅編です。皆さんこんばんは。時刻は午後9時過ぎ。現在向かっているのは小樽フェリーターミナル。長かった北海道ツーリングもいよいよ終わりが近づいてきました。10時過ぎフェリーターミナルに到着です。札幌に近い小樽と関西の玄関口の舞鶴を結ぶ航路とだけあって、バイクの台数はかなり多いですね。そして乗船時間に。残念ながらスロープを登るところが取れていなかったので、諦めて客室に向かいます。船内はこんな感じ。デッキは少し肌寒いですが、この空気ともしばらくお別れです。
それではゆっくり休みましょう。お疲れ様でした。翌日はうねる日本海に少し酔いながらも午後10時過ぎ、無事に京都府舞鶴港へ到着。本州に戻ってきました。今日は遅いので舞鶴に泊まり、明日は少し観光しながら金沢へ戻ります。真っ暗な舞鶴の街を20分ほど走り、西舞鶴駅前のホテルへ。お疲れ様でした。翌朝、天気は曇天ですが、もう雨はゴリゴリです。今日は少し遠回りにはなりますが、せっかく京都の北まで来たので、日本三景の一つ、天橋立を見てから金沢へ帰ります。天橋立といえばビューランドが有名ですが、バイクでは上まで行けないとのこと。少し離れますが、清掃寺の展望台から見ることにします。ということで30分ほどで宮津市に。そしてしばらく走ると左手に海が。こういう道大好きです。さて右手には天橋立らしき景色が見えてきましたが、清掃寺は総海をぐるっと回った山の奥。一度与謝野町を通って看板を左折。ここからは山道ですが、急ではないことを祈りつつどんどんと登っていきます。途中小雨に当たりながらも料金所に到着。この少し手前にすごく急なヘアピンカーブがあったので、来られる際は要注意です。500円を払って中へ。なんとかレッグバッグに詰め込んで展望台まで登っていきましょう。料金所までの区間もかなり急勾配でしたが、ここもなかなか。やっとの思いで展望台まで到着です。さあ、天橋立を見ていきましょう。平日なので貸し切り状態。天橋立を独り占めです。一瞬どれか分かりませんでしたが、右下にありましたね。少し変わったアングルからですが、ゆっくり見られていいですね。瓦投げ。願いを込めて瓦を投げて輪に入れば叶う。やるしかありません。ほとんど映っていませんでしたが、3枚中2枚入りました。これはきっと叶いますね。景色も見れて満足です。それでは天橋立を満喫したところで、ここからは金沢に帰りましょう。ありがとうございました。
そこからは高速でささっと帰る予定でしたが、最寄りの与沢山の橋立インターチェンジが事故で通行止め。仕方がないので山道を抜けて舞鶴まで戻り、迷いながらも舞鶴東インターチェンジからようやく高速へ。福井県に入り、途中南城サービスエリアで越前そばをいただき、再び北上。その後高速を降りて石川県に。実は途中で福井県は一条谷定石に寄り道していたのですが、その様子は後の北陸百名城編でお伝えしますね。ということで無事金沢市に到着。長かった北海道ツーリングもこれにて終幕です。それでは金沢の街並みを横目にお別れです。最後まで見てくださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。